おじいさんのランプ。新見南吉。かくれんぼで蔵の隅に潜り込んだ東一くんがランプを持って出てきた。それは珍しい形のランプであった。80センチぐらいの太い竹の筒が台になっていて、その上にちょっぴり火の灯る部分がくっついている。そしてホヤは細いガラスの筒であった。初めて見る者にはランプとは思えないほどだった。そこでみんなは昔の鉄砲と間違えてしまった。なんだ、鉄砲か。と、鬼の宗八くんが言った。東一くんのおじいさんもしばらくそれが何だかわからなかった。眼鏡越しにじっと見ていてから初めてわかったのである。ランプであることがわかると、東一くんのおじいさんはこう言って子供たちを叱り始めた。こらこら、お前たちは何を持ち出すか。まことに子供というものは黙って遊ばせておけば何を持ち出すやらわけのわからん、油断も隙もない盗っ人猫のようなものだ。こらこら、それはここへ持ってきて、お前たちは外へ行って遊んでこい。外に行けば電信柱でも何でも遊ぶものはいくらでもあるに。こうして叱られると、子供は初めて自分が良くない行いをしたことがわかるのである。そこでランプを持ち出した東一くんはもちろんのこと、何も持ち出さなかった近所の子供たちも、自分たちみんなで悪いことをしたような顔をして、すごすごと外の道へ出て行った。外には春の昼の風が、時折道の埃を吹き立てて過ぎ、のろのろと牛車が通った後を、白い蝶が忙しそうに通っていくこともあった。なるほど、電信柱があっちこっちに立っている。しかし子供たちは電信柱なんかで遊びはしなかった。大人がこうして遊べと言ったことを言われたままに遊ぶというのは、なんとなく馬鹿げているように子供には思えるのである。そこで子供たちはポケットの中のラムネ玉をカチカチ言わせながら広場の方へ飛んでいった。そして間もなく自分たちの遊びでさっきのランプのことは忘れてしまった。日暮れに東一くんは家へ帰ってきた。奥の居間の隅にあのランプが置いてあった。しかしランプのことを何か言うと、またおじいさんにガミガミ言われるかもしれないので黙っていた。夕ご飯の後の退屈な時間が来た。東一くんはタンスにもたれて、引き出しの缶をカタンカタンと言わせていたり、店に出てひげを生やした農学校の先生が、大根栽培の理論と実際というような難しい名前の本を番頭に注文するところをじっと見ていたりした。そういうことにも飽くと、また奥の居間に戻ってきて、おじいさんがいないのを見すまして、ランプのそばへにじり寄り、そのホヤを外してみたり、5000拍動かほどのネジを回して、ランプの芯を出したり、引っ込めたりしていた。少し一生懸命になっていじくっていると、またおじいさんに見つかってしまった。けれど今度はおじいさんは叱らなかった。姉やにお茶を言いつけておいて、すっぽんとキセル筒を抜きながらこう言った。トボ、このランプはな、おじいさんにはとても懐かしいものだ。長い間忘れておったが、今日逃亡が蔵の隅から持ち出してきたので、また昔のことを思い出したよ。こうおじいさんみたいに年を取ると、ランプでも何でも昔のものに出会うのがとても嬉しいもんだ。東一くんはポカンとしておじいさんの顔を見ていた。おじいさんはガミガミと叱りつけたから怒っていたのかと思ったら、昔のランプに会うことができて喜んでいたのである。一つ昔の話をしてやるから
ここへ来て座れ。とおじいさんは言った。東一くんは話が好きだから言われるままにおじいさんの前へ行って座ったが、なんだかお説教をされる時のようで居心地が良くないので、いつもうちで話を聞くときに取る姿勢をとって聞くことにした。つまり、寝そべって両足を後ろへ立てて、時々足の裏を打ち合わせる芸当をしたのである。おじいさんの話というのは次のようであった。今から50年ぐらい前、ちょうど日露戦争の自分のことである。柳部新田の村に、巳之助という13の少年がいた。巳之助は父母も兄弟もなく、親戚の者とて一人もない、全くのみなしごであった。そこで巳之助は、よその家の使いっ走りをしたり、女の子のように子守りをしたり、米をついてあげたり、その他、巳之助のような少年にできることなら何でもして村に置いてもらっていた。けれども巳之助は、こうして村の人々のお世話で生きてゆくことは、本当を言えば嫌であった。子守りをしたり、米をついたりして一生を送るとするなら、男と生まれた甲斐がないと常々思っていた。男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。巳之助は毎日ご飯を食べてゆくのがやっとのことであった。本一冊買うお金もなかったし、またたとえお金があって本を買ったとしても読む暇がなかった。身を立てるのに良いきっかけがないものかと、巳之助は心密かに待っていた。すると、ある夏の日の昼下がり、巳之助は人力車の先綱を頼まれた。その頃柳部新田にはいつも2、3人の人力引きがいた。潮当時、海水浴のことに名古屋から来る客は大抵汽車で半田まで来て、半田から知多半島西海岸の大野や新米湖まで人力車で揺られていったもので、柳部新田はちょうどその道筋に当たっていたからである。人力車は人が引くのだからあまり速くは走らない。それに柳部新田と大野の間には峠が一つあるから余計時間がかかる。おまけにその頃の人力車の輪はガラガラとなる重い金輪だったのである。そこで急ぎの客は賃金を倍出して2人の人力引きに引いてもらうのであった。巳之助に先綱引きを頼んだのも急ぎの秘書客であった。巳之助は人力車の長江につながれた綱を肩に担いで、夏の入り日のじりじり照りつける道をえいやえいやと走った。慣れないこととて大層苦しかった。しかし巳之助は苦しさなど気にしなかった。好奇心でいっぱいだった。なぜなら巳之助は物心がついてから村を一歩も出たことがなく、峠の向こうにどんな町があり、どんな人々が住んでいるか知らなかったからである。日が暮れて、青い夕闇の中を人々がほの白くあちこちする頃、人力車は大野の町に入った。巳之助はその町でいろいろなものを初めて見た。軒を並べて続いている大きい商店が第一巳之助には珍しかった。巳之助の村には商い屋とては一軒しかなかった。駄菓子、わらじ、糸繰りの道具、香薬、貝殻に入った目薬、その他村で使う大抵のものを売っている小さな店が一軒きりしかなかったのである。しかし巳之助を一番驚かしたのは、その大きな商店が一つ一つともしている花のように明るいガラスのランプであった。巳之助の村では夜は明かりなしの家が多かった。真っ暗な家の中を人々はめくらのように手で探りながら、水がめや石臼や大黒柱を探り当てるのであった。少し贅沢なうちでは
おかみさんが嫁入りの時持ってきたあんどんを使うのであった。あんどんは紙を四方に張り巡らした中に油の入った皿があって、その皿の縁に覗いている刀身に桜のつぼみぐらいの小さい炎が灯ると、周りの紙にみかん色のあったかな光が差し、付近は少し明るくなったのである。しかしどんなあんどんにしろ、巳之助が大野の町で見たランプの明るさにはとても及ばなかった。それにランプはその頃としてはまだ珍しいガラスでできていた。すすけたり破れたりしやすい紙でできているあんどんより、これだけでも巳之助にはいいもののように思われた。このランプのために大野の町全体が竜宮城か何かのように明るく感じられた。もう巳之助は自分の村へ帰りたくないとさえ思った。人間は誰でも明るいところから暗いところに帰るのを好まないのである。巳之助は駄賃の15銭をもらうと人力車とも別れてしまって、お酒にでも酔ったように波の音の絶え間ないこの海辺の町を、珍しい商店を除き、美しく明るいランプに見とれてさまよっていた。呉服屋では番頭さんが椿の花を大きく染め出した反物をランプの光の下に広げて客に見せていた。黒屋では小僧さんがランプの下で小豆の悪いのを一粒ずつ拾い出していた。またある家では女の子がランプの光の下に白く光る貝殻を散らしておはじきをしていた。またある店では細かい玉に糸を通して数珠を作っていた。ランプの青やかな光の下では、人々のこうした生活も物語か幻冬の世界でのように美しく懐かしく見えた。巳之助は今まで何度も文明開化で世の中が開けたということを聞いていたが、今初めて文明開化ということが分かったような気がした。歩いているうちに巳之助はさまざまなランプをたくさん吊るしてある店の前に来た。これはランプを売っている店に違いない。巳之助はしばらくその店の前で15銭を握りしめながらためらっていたが、やがて決心してつかつかと入っていった。ああいうものを売っとくれや。と、巳之助はランプを指さして言った。まだランプという言葉を知らなかったのである。店の人は、巳之助が指さした大きい釣りランプを外してきたが、それは15銭では買えなかった。負けとくれや。と、巳之助は言った。そうはまからん。と、店の人は答えた。おろし値で売っとくれや。巳之助は村の雑貨屋へ作ったわらじを買ってもらいによく行ったので、物にはおろし値と小売値があって、おろし値は安いということを知っていた。例えば、村の雑貨屋は、巳之助の作ったひょうたん型の草履をおろし値の1銭5厘で買い取って、人力引きたちに小売値の2銭5厘で売っていたのである。ランプ屋の主人は、見も知らぬどっかの小僧がそんなことを言ったので、びっくりしてまじまじと巳之助の顔を見た。そして言った。おろし値で売れって、そりゃ相手がランプを売る家ならおろし値で売ってあげてもいいが、一人一人のお客におろし値で売るわけにはいかんな。ランプ屋ならおろし値で売ってくれるのだのえ。ああ。そんなら俺、ランプ屋だ。おろし値で売ってくれ。店の人はランプを持ったまま笑い出した。おめえがランプ屋？はっ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 は。本当だよ、おっちゃん。俺、本当にこれからランプ屋になるんだ。な、だから頼むに。今日は一つんだけど、おろし値で売ってくれや。今度来るときは
たくさんいっぺんに買うで。店の人ははじめ笑っていたが、巳之助の真剣な様子に動かされて、いろいろ巳之助の身の上を聞いた上、よし、そんなら卸値でこいつを売ってやろう。本当は卸値でもこのランプは15銭じゃ売れないけど、おめえの熱心なのに感心した。負けてやろう。その代わりしっかり商売をやれよ。うちのランプをどんどん持ってって売ってくれ。と言ってランプを巳之助に渡した。巳之助はランプの扱い方を一通り教えてもらい、ついでに提灯代わりにそのランプを灯して村へ向かった。藪や松林の打ち続く暗い峠道でも、巳之助はもう怖くはなかった。花のように明るいランプを下げていたからである。巳之助の胸の内にももう一つのランプが灯っていた。文明開化に遅れた自分の暗い村に、この素晴らしい文明の利器を売り込んで、村人たちの生活を明るくしてやろうという希望のランプが。巳之助の新しい商売は、はじめのうちまるで流行らなかった。百姓たちは何でも新しいものを信用しないからである。そこで巳之助はいろいろ考えた挙句、村で一軒きりの商い屋へそのランプを持って行って、ただで貸してあげるからしばらくこれを使ってくださいと頼んだ。雑貨屋のばあさんはしぶしぶ承知して、店の天井に釘を打ってランプを吊るし、その晩から灯した。5日ほど経って、巳之助が草履を買ってもらいに行くと、雑貨屋のばあさんはニコニコしながら、これは大変便利で明るうて、夜でもお客がよう来てくれるし、釣り銭を間違えることもないので、気に入ったから買いましょう、と言った。その上ランプの良いことが初めて分かった村人から、もう3つも注文のあったことを巳之助に聞かしてくれた。巳之助は飛び立つように喜んだ。そこで雑貨屋のばあさんからランプの台と草履の台を受け取ると、すぐその足で走るようにして大野へ行った。そしてランプ屋の主人に訳を話して、足りないところは貸してもらい、3つのランプを買ってきて注文した人に売った。これから巳之助の商売は流行ってきた。はじめは注文を受けただけ大野へ買いに行っていたが、少し金が貯まると注文はなくてもたくさん買い込んできた。そして今はもうよその家の走り使いや子守をすることはやめて、ただランプを売る商売だけに打ち込んだ。物干し台のような枠のついた車を仕立てて、それにランプやホヤなどをいっぱい吊るし、ガラスの触れ合う涼しい音をさせながら、巳之助は自分の村や付近の村々へ売りに行った。巳之助はお金も儲かったが、それとは別にこの商売が楽しかった。今まで暗かった家にだんだん巳之助の売ったランプが灯ってゆくのである。暗い家に巳之助は文明開化の明るい火を一つ一つ灯してゆくような気がした。巳之助はもう青年になっていた。それまでは自分の家とてはなく、区長さんのところの軒の傾いた納屋に住ませてもらっていたのだが、小金がたまったので自分の家も作った。すると世話してくれる人があったので、お嫁さんももらった。ある時、よその村でランプの宣伝をしておって、ランプの下なら畳の上に新聞を置いて読むことができるのえ。と区長さんに以前聞いていたことを言うと、お客さんの一人が「本当か?」と聞き返したので、嘘の嫌いな巳之助は自分で試してみる気になり、区長さんのところから古新聞をもらってきてランプの下に広げた。やはり区長さんの言われたことは本当であった。新聞の細かい字がランプの光で一つ一つはっきり見えた。わしは嘘を言って商売をしたことにはならない。と、巳之助は独り言を言った。しかし巳之助は字がランプの光ではっきり見えても何にもならなかった。
字を読むことができなかったからである。ランプで物はよく見えるようになったが、字が読めないんじゃ、まだ本当の文明開化じゃねえ。そう言って巳之助は、それから毎晩、区長さんのところへ字を教えてもらいに行った。熱心だったので1年もすると、巳之助は尋常科を卒業した村人の誰にも負けないくらい読めるようになった。そして巳之助は書物を読むことを覚えた。巳之助はもう男盛りの大人であった。家には子供が2人あった。自分もこれでどうやら独り立ちができたわけだ。まだ身を立てるというところまでは言っていないけれども、と時々思ってみて、その都度心に満足を覚えるのであった。さて、ある日、巳之助がランプの芯を仕入れに大野の町へやってくると、5、6人の妊婦が道の旗に穴を掘り、太い長い柱を立てているのを見た。その柱の上の方には腕のような木が2本ついていて、その腕木には白い瀬戸物のだるまさんのようなものがいくつか乗っていた。こんな奇妙なものを道の脇に立てて何にするのだろう、と思いながら少し先に行くと、また道端に同じような高い柱が立っていて、それにはスズメが腕木に止まって鳴いていた。この奇妙な高い柱は50メートルぐらい間を置いては道の脇に立っていた。巳之助はついに日向でうどんを干している人に聞いてみた。するとうどん屋は、電気とやらいうもんが今度引けるだけな。そいでもランプはいらんようになるだけな。と答えた。巳之助にはよく飲み込めなかった。電気のことなどまるで知らなかったからだ。ランプの代わりになるものらしいのだが、そうとすれば電気というものは明かりに違いあるまい。明かりなら家の中に灯せばいいわけで、何もあんなとてつもない柱を道の黒に何本も追っ立てることはないじゃないかと巳之助は思ったのである。それから1月ほど経って巳之助がまた大野へ行くと、この間建てられた道の旗の太い柱には、黒い綱のようなものが数本渡されてあった。黒い綱は、柱の腕木に乗っているだるまさんの頭を一巻きして次の柱へ渡され、そこでまただるまさんの頭を一巻きして次の柱に渡され、こうしてどこまでも続いていた。注意してよく見ると、ところどころの柱から黒い綱が2本ずつだるまさんの頭のところで分かれて、家の軒場につながれているのであった。へえ、電気とやらいうもんは、明かりが灯るもんかと思ったら、これはまるで綱じゃねえか。スズメやツバメの休み場というもんよ。と、巳之助が一人で嘲笑いながら、知り合いの甘酒屋に入ってゆくと、いつも土間の真ん中の飯台の上に吊るしてあった大きなランプが、横の壁のあたりに取り片付けられて、後にはそのランプをずっと小さくしたような石油入れのついていない変な格好のランプが丈夫そうな綱で天井からぶら下げられてあった。なんだやい、変なものを吊るしたじゃねえか。あのランプはどっか悪くでもなったかい？と、巳之助は聞いた。すると甘酒屋が、あれや、今度引けた電気っていうもんだ。火事の心配がのうて、明るうて、マッチはいらんし、なかなか便利なもんだ。と答えた。へんてこれんなものをぶら下げたもんよ。これじゃ、甘酒屋の店もなんだか間が抜けてしまった。客も減るだろうよ。甘酒屋は相手がランプ売りであることに気がついたので、伝統の便利なことはもう言わなかった。なあ、甘酒屋のとっつぁん、見なよ、あの天井のとこ。長年のランプのすすで、あそこだけ真っ黒になっとるに。ランプはもう
あそこに居ついてしまったんだ。今になって電気たらいう便利なもんができたからとて、あそこから外されて、あんな壁の隅っこに引っ掛けられるのは、ランプがかわいそうよ。こんな風に巳之助はランプの肩を持って、伝統の良いことは認めなかった。ところで間もなく晩になって、誰もマッチ一本すらなかったのに、突然甘酒屋の店が真昼のように明るくなったので、巳之助はびっくりした。あまり明るいので、巳之助は思わず後ろを振り向いてみたほどだった。巳之さん、これが電気だよ。巳之助は歯を食いしばって長い間伝統を見つめていた。仇でも睨んでいるような顔つきであった。あまり見つめていて目の玉が痛くなったくらいだった。巳之さん、そう言っちゃなんだが、とてもランプで太刀打ちはできないよ。ちょっと外へ首を出して町通りを見てごらんよ。巳之助はむっつりと入り口の障子を開けて通りを眺めた。どこの家、どこの店にも甘酒屋のと同じように明るい電灯が灯っていた。光は家の中に集まって道の上にまでこぼれ出ていた。ランプを見慣れていた巳之助には眩しすぎるほどの明かりだった。巳之助は悔しさに肩で息をしながら、これも長い間眺めていた。ランプの手強い敵が出てきたわい、と思った。以前には文明開化ということをよく言っていた巳之助だったけれど、伝統がランプより一段進んだ文明開化の利器であるということはわからなかった。利口な人でも自分が職を失うかどうかというような時には、物事の判断が正しくつかなくなることがあるものだ。その日から巳之助は、伝統が自分の村にも惹かれるようになることを心密かに恐れていた。伝統が灯るようになれば、村人たちはみんな、ランプをあの甘酒屋のしたように壁の隅に吊るすか、蔵の2階にでもしまい込んでしまうだろう。ランプ屋の商売はいらなくなるだろう。だがランプでさえ村へ入ってくるにはかなり面倒だったから、伝統となっては村人たちは怖がってなかなか寄せつけることではあるまい。と、巳之助は一方では安心もしていた。しかし間もなく、今度の村会で村に伝統を引くかどうかを決めるだけな、という噂を聞いたときには、巳之助は脳天に一撃を食らったような気がした。強敵、いよいよござんなれ、と思った。そこで、巳之助は黙ってはいられなかった。村の人々の間に伝統反対の意見をまくし立てた。電気というものは長い線で山の奥から引っ張ってくるもんだでのえ。その線をば夜中に狐や狸が伝ってきて、この近辺の田畑を荒らすことは受け合いだね。こういうバカバカしいことを巳之助は自分の慣れた商売を守るために言うのであった。それを言うとき、何か後ろめたい気がしたけれども、村会が済んで、いよいよ柳部神殿の村にも伝統を引くことに決まったと聞かされたときにも、巳之助は脳天に一撃を食らったような気がした。こうたびたび一撃を食らってはたまらない。頭がどうかなってしまう、と思った。その通りであった。頭がどうかなってしまった。村会の後で3日間、巳之助は昼間も布団をひっかぶって寝ていた。その間に頭の調子が狂ってしまったのだ。巳之助は誰かを恨みたくてたまらなかった。そこで村会で議長の役をした区長さんを恨むことにした。そして区長さんを恨まねばならぬわけをいろいろ考えた。平勢は頭の良い人でも、商売を失うかどうかというような瀬戸際では正しい判断を失うものである。とんでもない恨みを抱くようになるものである。
菜の花畑の暖かい月夜であった。どこかの村で春祭りの支度に打つ太鼓がとほとほと聞こえてきた。巳之助は道を通って行かなかった。溝の中をイタチのように身をかがめて走ったり、藪の中を捨て犬のようにかき分けたりしていった。他人に見られたくないとき、人はこうするものだ。区長さんの家には長い間厄介になっていたので、よくその様子は分かっていた。火をつけるに一番都合の良いのは、藁屋根の牛小屋であることは、もう家を出るときから考えていた。母屋はもうひっそり寝静まっていた。牛小屋も静かだった。静かだと言って、牛は眠っているか目覚めているか分かったもんじゃない。牛は起きていても寝ていても静かなものだから。もっとも牛が目を覚ましていたって、火をつけるには一向差し支えないわけだけれども。巳之助はマッチの代わりに、マッチがまだなかった自分使われていた火打ちの道具を持ってきた。家を出るとき、かまどのあたりでマッチを探したが、どうしたわけかなかなか見つからないので、手にあったのを幸い、火打ちの道具を持ってきたのだった。巳之助は火打ちで火を切り始めた。火花は飛んだが、北地が湿っているのか、ちっとも燃え上がらないのであった。巳之助は火打ちというものはあまり便利なものではないと思った。火が出ないくせにカチカチと大きな音ばかりして、これでは寝ている人が目を覚ましてしまうのである。チェと巳之助は舌打ちしていった。マッチを持ってくりゃよかった。焦げな火打ちみてえな古くせえもな。いざという時間に合わねえだな。そう言ってしまって巳之助は、ふと自分の言葉を聞きとがめた。古くせえもな。いざという時間に合わねえ。古くせえもな。間に合わねえ。ちょうど月が出て空が明るくなるように、巳之助の頭がこの言葉をきっかけにして明るく晴れてきた。巳之助は今になって自分の間違っていたことがはっきりと分かった。ランプはもはや古い道具になったのである。伝統という新しい一層便利な道具の世の中になったのである。それだけ世の中が開けたのである。文明開化が進んだのである。巳之助もまた日本のお国の人間なら、日本がこれだけ進んだことを喜んでいいはずなのだ。古い自分の商売が失われるからとて、世の中の進むのに邪魔しようとしたり、何の恨みもない人を恨んで火をつけようとしたのは、男として何という見苦しいざまであったことか。世の中が進んで、古い商売がいらなくなれば、男らしくすっぱりその商売は捨てて、世の中のためになる新しい商売に変わろうじゃないか。巳之助はすぐ家へ取って返した。そしてそれからどうしたか。寝ているおかみさんを起こして、今うちにあるすべてのランプに石油を継がせた。おかみさんは、こんな夜更けに何をするつもりか巳之助に聞いたが、巳之助は自分がこれからしようとしていることを聞かせれば、おかみさんが止めるに決まっているので黙っていた。ランプは大小様々のが皆で50ぐらいあった。それに皆石油を継いだ。そしていつも商いに出るときと同じように、車にそれらのランプを吊るして外に出た。今度はマッチを忘れずに持って。道が西の峠に差し掛かるあたりに、半田池という大きな池がある。春のことでいっぱい叩いた水が、月の下で銀盤のように煙り光っていた。池の岸には藩の木や柳が水の中を覗くような格好で立っていた。巳之助は人気のないここを選んできた。
さて、巳之助はどうするというのだろう。巳之助はランプに火を灯した。一つ灯しては、それを池の縁の木の枝に吊るした。小さいのも大きいのも取り混ぜて、木にいっぱい吊るした。一本の木で吊るしきれないと、その隣の木に吊るした。こうしてとうとう、みんなのランプを3本の木に吊るした。風のない夜で、ランプは一つ一つが静かにまじろがず燃え、あたりは昼のように明るくなった。明かりをしたって寄ってきた魚が、水の中にキラリキラリとナイフのように光った。わしの商売のやめ方はこれだ。と、巳之助は一人で言った。しかし立ち去りかねて、長い間両手を垂れたまま、ランプの鈴なりになった木を見つめていた。ランプ、ランプ、懐かしいランプ。長野年月馴染んできたランプ。わしの商売のやめ方はこれだ。それから巳之助は池のこちら側の王冠に来た。まだランプは向こう側の岸の上に皆灯っていた。50いくつが皆灯っていた。そして水の上にも50いくつの逆さまのランプが灯っていた。立ち止まって巳之助はそこでも長く見つめていた。ランプ、ランプ、懐かしいランプ。やがて巳之助はかがんで足元から石ころを一つ拾った。そして一番大きく灯っているランプに狙いを定めて力いっぱい投げた。パリーンと音がして大きい火が一つ消えた。お前たちの時世は過ぎた。世の中は進んだ。と巳之助は言った。そしてまた一つ石ころを拾った。二番目に大きかったランプがパリーンとなって消えた。世の中は進んだ。電気の時世になった。三番目のランプを割ったとき、巳之助はなぜか涙が浮かんできて、もうランプに狙いを定めることができなかった。こうして巳之助は今までの商売をやめた。それから町に出て新しい商売を始めた。本屋になったのである。巳之助さんは今でもまだ本屋をしている。もっとも今じゃだいぶ年取ったので、息子が店はやっているがね。と、東一くんのおじいさんは話を結んで、冷めたお茶をすすった。巳之助さんというのは東一くんのおじいさんのことなので、東一くんはまじまじとおじいさんの顔を見た。いつの間にか東一くんはおじいさんの前に座り直して、おじいさんの膝に手を置いたりしていたのである。それじゃあ、残りの47のランプはどうした？と、東一くんは聞いた。知らん。次の日旅の人が見つけて持ってったかもしれない。それじゃあ、うちにはもう一つもランプなしになっちゃった？一つもなし。この大ランプだけが残っていた。と、おじいさんは、昼間東一くんが持ち出したランプを見ていた。損しちゃったね。47も誰かに持ってかれちゃって。と、東一くんが言った。損しちゃった。今から考えると、何もあんなことをせんでもよかったとわしも思う。柳部神殿に伝統が引けてからでも、まだ50ぐらいのランプは結構売れたんだからな。柳部神殿の南にある深谷なんという小さい村じゃ、まだ今でもランプを使っているし、他にも随分遅くまでランプを使っていた村はあったのさ。しかし何しろ、わしもあの頃は元気が良かったんでな。
思いついたら深くも考えず、パパッとやってしまったんだ。バカしちゃったね。と、東一くんは孫だから遠慮なしに言った。バカしちゃった。しかしね、逃亡。と、おじいさんは、キセルを膝の上でぎゅっと握りしめていった。わしのやり方は少しバカだったが、わしの商売のやめ方は、自分で言うのもなんだが、なかなか立派だったと思うよ。わしの言いたいのはこうさ。日本が進んで、自分の古い商売がお役に立たなくなったら、すっぱりそいつを捨てるのだ。いつまでも汚く古い商売にかじりついていたり、自分の商売が流行っていた昔の方が良かったと言ったり、世の中の進んだことを恨んだり、そんな育児のねえことは決してしないということだ。東一くんは黙って長い間おじいさんの小さいけれど息の現れた顔を眺めていた。やがて言った。おじいさんは偉かったんだね。そして懐かしむように傍らの古いランプを見た。